相手を早く倒すのが、目的です。前に行くのが神経の基本の動き、何が何でも前に行こうとする。ウィーバー。今日は先生、木人剣の使い方、イメージだとバンバン叩いてるだけだと思ってるので、木人の本当の使い方、教えていただきたいと思うので、まずその足田をね使って木人の動きを説明してくれるということで、まずそれをよろしくお願いします。お願いします。ここに入って、ちょっと踏ん張ってください。こうなるときに、前に行けない、この流れがなくなる。防御される、どうしようか。そうすると、木人でそれ練習できます。こっちだと、前にプレッシャーかけながら押し返したりされて、こっち、相手の横を取ったり、これ練習できます。そうしないと、結構ぶつかるときってこうやって、こうなんです。そこのところを練習して、それで神経の三角形とかウェッジみたいな感じでこう入りたいですね。だからここ入れなかったらこうして、そうするとこっちはシンプルね。もっと抵抗するとずっとこう相手のプレッシャー受けないように流そうと。それね、こうすると。で今打ってない。こっち。今打ってないから、ずっとこれできる。もうちょっとね、パンチ入れたらね、その方が反応が少し変わります。これつけてるととてもパンチできますね。実践に力ができます。そういうのちょっとやってみましょう。今この状態なんですね。これがダメで、相手が押し返して、でこっち。こういうのをこうなって、これが気をつけて回らないです。今とプレッシャーなくなった。プレッシャーをキープしたまま。そうするともし相手がまだ強かったらプレッシャーかけたらこう流します。で流そう。こうなって、これでも無理です。一回ちょっとここにもらえますか。びっくりした。それでどんなことか。この木人っていうのは基本的に中国武術で使われる、詠春剣だから使われてるやつですか。いろんな中国武術はやっぱこう似たような使ってますね。手と足がもうちょっとあったりとか、そんなのあるんですか。いろいろありますね。これは足みたいな感じ。これは時々こういうパンチかこういうキック、どっちでも考えられますね。そういう感じで、これは大体手ですね。左右じゃなくて考えない。いろんな技をここで何回も繰り返すこと。それやっぱりいっぱいやるともっともっとスムーズにできる。そのための柔道。先のポジションこっちからそこからステップでこっちからスタートして、でこの手がこっちから来て流す。でこうか。ここに対してプレッシャーを感じてて、こういう入って、でこれが動かないじゃないですか。押しても動かない。だからそれが強い相手みたいな感じ。押しても動かないという感じ。もしくは動かないってことですね。自分で動かないとダメです。感覚の練習ですね。だからプレッシャーを感じてこれやることですね。だから例えば今ねプレッシャーが多少こっちに、そうすると腰もここに行くのが難しいです。そうすると逆。それはこう前に行って感覚で行きやすい方。そんな感じ。そう。
だからこういっぱい練習すると考えずにこう反応するだけね。こういう感じ。はいはい。プレッシャーかけると中さん実はこう木人と違って相手が50%ぐらいなんか動いてね。自分が50%ね。実はこうなのね。木人だと一緒ですもんね。そうちょっとね、こうなんかちょっとステップが大きくなる。でもそれは経験で相手とやってこうと後で。要はその芦田だとこの骨の荷重が違うから、こう動きたくなるけど、木人は常にプレッシャーが一緒だからすごく達人に見えます。芦田よりも強いですこっちの方が。芦田よりも強いですこっちの方が。こんなに動じない人初めてですよね。木人です。木人ですから。プレッシャーかけられてるところから逆も言ったらいいですよね、先生。逆だったら今はちょっと違いますね。今こうなってると、下から行くとやっぱこう遠回りになりますね。これが先に来る。だからこっちはこう白菜みたいな感じ。これ先生だけど弾けれないキャラあんまり大丈夫ですか？目的は相手がパンチできないことね。だから例えばこうやったらどうですか？パンチができないことですね。コツだったら相手のバランス崩すことできればこれでいいですね。それじゃなかったらもしかしてこっちの方がいいですね。コンセプトはつまり相手に何もさせないってことが一番です。ってことはこれは先生こっちこっち下こうなんですよ。こっちはこうなってでこれがそのままね、これがちょっと下、これがちょっと上ね。今一緒だけどね。これがパクさん。いや左手ですね。そう。こっちから探して。そう。ここを触っててプレッシャー与えるって感じですね。さらに。で、ちょっとできそうだからね。ちょっと違うステップね。こうやった後で相手をコントロールしたい。他の今の回転数コントロールしてます。それがこう実は力でやるよりちょっとテクニックみたいな。こっちに力が入ると回転します。なんかこっちからトンってでこれがそう。いやこれをキープしながらキープしながらそう。キープしながらそうすると今みたいに2つのパターンあるんだよ。前に行ってでこっちかこっちかね。そういうのを練習できます。やっぱりこっちからやっぱり今度ねここが強いなと思ったらこっちにチェンジ。今こうやって木人と練習させていただいてるよね。じゃあ先生でさ、英州拳のスパーリング、お手合わせ的なやつをちょっと先生にお願いしてみましょうか。太田間違ってるねお前。先生に聞いてみよう。聞いた方がいい。先生ちょっと今木人刀でこうやって練習させていただいたじゃないですか。で我々やっぱり見たいで登録者も見たいと思うのが英州拳と英州拳を学んでいるものがスパーリング的なものがあるのかどうか。多くの人がしてるのはあれはちょっとキックボクシング風とかボクシングとかお互いになっちゃうんですよね。こっちでお互いにこうなんかちょっとポイント制ではないかもしれないけどでもなんかこれで軽くマススパーとかそこからもっと強くやるかもしれないけど、英神拳の目標は相手が当たらないこと、相手がパンチとか蹴りとかできないようにしたそう大体ちょっと分けてます。英神拳じゃない方と英神拳同じように英神拳やるとちょっと変わります。そうすると前に行ってそしてできれば相手がちょっと下がってもらって相手をコントロールするのが目的。こうなっちゃうわけ。こうおいがそう
こういう感じでになっちゃう。今見つけ回ってるね。例えば外だとやる気がないということです、はいはい。だからね、反撃しようとするときに私もこれ理由できますね、そこでね。はい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 。だからそれが最初のステップです。突然これでなくてこっちに来る可能性が高いですね。そこで例えば相手が私より早い前に来て、うわ、こうなるね。そうすると角度を変えてここから入る。格闘技だとパンチもらっても顔出したいとかね、A 神経はもらいたくないから頑張って防御しようとする、だから変わりますね。だからいつもこういうふうに練習すると不自然になりますね、でもよくわかりました。確かに追いかけごっこをするまでの画角に収めたいわけじゃないので、我々ももうちょっと英秀拳勉強して、でタクちゃんもこう体得して、そしてまた先生に見てもらって。今日俺は学んでわかるけど、格闘技の間合いや戦い方を全くしないのよ。つまりもうこういうスタイルにならないんだよね、英秀拳っていうのは。そこがコンセプトなんだよ。我々いつもこの番組の最後にそのゲストの人と一緒にコラボさせていただいた方にお手合わせ的なものをやってもらってたんですけど、もうそんなの必要ないですね。絵にならないっていうことですね。いや面白かったです。はい。で先生、これって先生のジムって生徒さんって募集されてるんですか？もちろんです。じゃあまた概要欄に先生の稽古場と授業内容のそのホームページとかがございましたら概要欄に貼っときますんで、皆さんこの番組見終わった後気になる方はそちらの方をリンククリックしてください。すごく実践的なんで、本当に護身術にも使えるというかね、リアルな方の技っていう。そうですよね。もし本当に興味のある人いたらね、ぜひちょっと体験に来てください。ホームページを見てください。じゃあこのチャンネルがねいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いします。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。